こんにちは、坂井野です。筋肉リサーチ第2弾ということで、筋トレで考える ATP の循環システムを見ていきましょう。筋トレには有酸素力も必要ということで、見ていきたいと思います。今日の主役は ATP です。ATP に思いを馳せていきましょう。筋トレをしていると、ATP という言葉は聞いたことがあるかと思います。聞いてなくても大丈夫です。ATP が筋肉を動かすと言われておりますが、実際のトレーニングにおいて ATP がどう使われて、どう再合成されてっていう循環が起きているのか、あまり知らないと思いますので、今日はそれを見ていきたいと思います。今日見ていくものをざっと出しますと、ATP とはから始まって、ATP 再合成工場、そしてトレーニング時にどうなくなってどう補給されるのかというところ、あとは無酸素運動、有酸素運動の区分けというか仕組みもちょっと面白いので見ていきたいと思います。あとは ATP に絡んで筋疲労の仕組みということで見ていきたいと思います。さあ、ATP を巡る旅に出発です。再生時間が表す通り長い旅になりますが、多分面白いので、まあ見てってください。ATP とはから見ていきましょう。ATP とはアデノシン三リン酸のことです。と言われると小難しく聞こえるかもしれませんが、一個一個見ていけば簡単です。A がアデニン、P がリン酸、P が3つで三リン酸。なので、アデノシンにリン酸が3つついてるってことです。ATP という言葉で見た場合は、A がアデノシン、P がリン酸、T が酸という意味です。イメージとしては、アデノシントリプルリン酸だと思えば分かりやすいかなと思います。P はマイナスの性質を持っていて、マイナス同士が並んでいるので反発し合います。こんな感じで、マイナスのことばっかり言うので、お互いから離れたいんです。特に右端の P に一番しわ寄せが来ていて、ああ、こんな生活耐えられないってなってるんです。本当はここにマグネシウムもいて、ヘイベイビーたちと大変プラスなマグネシウムが P の間を取り持ってて、なんとか安定して存在してるんです。が、毎回書くとめんどくさいので、この資料上ではマグネシウムはなしで表記します。ATP のイメージとしては、右端の P とその左隣の P との間にある灰色のつなぎ目のところ、ここがブルッブル震えてるんですね。お互い離れたいから。このつなぎ目にエネルギーが溜まってるんです。ここにあるきっかけが加えられると、このつなぎ目が切れて、ズギャーンとエネルギーが出てくるっていうイメージです。細胞の中にあるいろんなパーツたちがこのエネルギーを使って活動します。ATP から生まれるエネルギーがあらゆる生物の動力源になります。人間の筋肉、今回筋肉メインで見ていきますが、人間の筋肉から脳みそなんかの臓器、あとは微生物、植物に至るまでみんな ATP で動いて生きてます。なので、ベンチプレスを上げるときに大胸筋が縮むのも、ゾウリムシが泳ぐときに繊毛をわさわさ動かすのも、動力源は同じ ATP だということです。ちなみに、ウイルスというのは ATP を生み出したり、それを使って動くっていう仕組みがないそうで、これがウイルスが生物じゃないと言われている理由の一つにもなっているようです。で、先ほど分かれた ATP はこのように2つの存在になります。マイナスが離れてお互いちょっと楽になります。2つに分かれたこいつらは、左側がアデノシン二リン酸である ADP、右が無機リン酸である PI になります。ADP はアデノシンダブルリン酸だとイメージしてください。右側の1個になった P は PI と書くのが正しいらしいんですが、めんどくさいので、この資料上では P に統一します。次に ATP は再合成されるという話を見ていきます。ADP に P をまたくっつけることで ATP ができるんですが、離れて楽になっている彼らはくっつきたくありません。切れた時にエネルギーが出るくらいなので、くっつける時にも大抵エネルギーがいります。動物はこのエネルギーを食べ物から得ていて、植物は光から得てるってな話です。人間の細胞内、人間に限らずですが、細胞内ではこの ATP が
ADP と P になったり、それがくっついてまた ATP になったりっていうのを繰り返してます。どこかから ATP が補給されるんではなくて、ATP を使った後のいわば残骸をまたくっつけて ATP に戻すっていうことをしてるんですね。ではここで筋トレ時に ATP はどこで使われるのかを見ていきましょう。ATP の消費先はいろいろあるんですが、全部見るとキリがないので、筋肉の収縮に直接関係がある上2つを見ていきます。ここでまた筋肉の構造に触れておかねばなるまい。皆様少々お付き合いください。前回の動画と多少被りますが、改めて、こちら筋繊維の断面図です。大きなピンクの丸が筋繊維。その中に少し濃い色の筋原繊維が7本。本当はもっといっぱいありますよ。いっぱいありますが、図を作る都合上7本にしてます。その周囲には筋形質、液体や小気管があります。言葉の定義としては、筋形質には筋原繊維も含まれるんですが、都合上、この資料では、筋形質といったら、筋原繊維以外のこの液体や小気管を指すということで進めます。少しシンプルにすると、筋原繊維が ATP を使って、筋形質で ATP を作るという関係になっています。実際は筋形質側でも ATP を使いますが、一旦シンプルにこの考えでいきましょう。では、筋繊維の中にあった筋原繊維の構造を見ていきましょう。筋原繊維を横から見るとこんな感じになっていて、Z 線と呼ばれる膜みたいなもので区切られてサルコメアという部品が並んでます。筋原繊維はこのサルコメアが1万から5万個直列で並んでいて構成されてます。なので大胸筋で言えば、胸の中央から腕の付け根までサルコメアがずらーっと並んで一本の筋原繊維ができていて、それが束になって筋繊維になってるみたいなことですね。では次にこのサルコメアの構造を見ていかねばなるまい。サルコメアを横からアップで見るとこんな感じになっていて、同じ構造が何層にも重なってできているんですが、ここも説明の都合上一層だけのシンプルな図で説明をします。真ん中にある緑色のがミオシンで、ミオシンからミオシン頭部が生えてます。ミオシン頭部の外側にアクチンと呼ばれるものが並んでいて、さらにアクチンの外側に筋小胞体というものがあります。これは筋肉を収縮させたり戻すための管理センターだと思ってください。赤丸内を少しアップで見てみます。こんな感じでミオシン、アクチン、管理センターが並んでます。微妙に縮尺がおかしいのとかは気にしないでください。筋肉を収縮させる際には、管理センターがカルシウムイオンを出します。筋肉を収縮させている間、このカルシウムイオンは出しっぱなしです。図ではカルシウムイオンは5個しか書いてないですが、実際に筋肉が収縮するときは、筋繊維1本内で100兆個とかそんなレベルのカルシウムイオンが出るらしいです。大量に出てきたカルシウムイオンを右側のポンプで回収します。この際に 1ATP を使ってカルシウムイオンを2つ回収します。なので100兆個カルシウムが出るならば、ポンプで回収するのに50兆の ATP が必要ということですね。で、管理センターはカルシウムの放出と回収を同時に行いながら筋肉内のカルシウムイオンの濃度を調整します。ここから先は見やすくするためにカルシウムイオンの放出と回収を省略します。カルシウムイオンが一定の濃度に達すると、アクチンの上にある黄色いパーツにカルシウムイオンがビタッとはまります。カルシウムイオンがはまると、この黄色いパーツが右にずれて、アクチンの結合部、小さい赤い四角ですね。この結合部が出ます。アクチンの結合部が出ると、ミオシン頭部がやる気を出します。ミオシン頭部がアクチンの結合部にくっついて、オラーとアクチンを引っ張ります。ミオシン頭部のこの1ストローク、1オラーで ATP を1個使います。筋肉を強く収縮させるときは、カルシウムイオンをいっぱい出して、濃度を高めると、アクチンの黄色いパーツにビタッとはまるカルシウムイオンも増えて、出てくるアクチンの結合部も増えるので、働くミオシン頭部の数も増えると。この図ではミオシン頭部が1本しか書いてないですけど、本当はいっぱいあるので、ミオシン頭部がいっぱいアクチンを引っ張ると筋肉が縮むっていうことですね。では少しズームアウトしてサルコメアを見てみましょう。筋肉が収縮するときは、管理センターがまずカルシウムを出して、回収して、濃度を調整します。アクチンの結合部が出ると、ミオシン頭部たちがわらわらと動き出して、
アクチンを中央に向けて引っ張ります。アクチンを引っ張ることで、左右にある Z 線も中央に引き寄せられて、サルコメアが縮むという構造になってます。ミオシン頭部も実際にはとんでもない数生えているので、収縮している間、頭部がわらわら動くと大量の ATP が使われます。カルシウム回収ポンプも ATP 使いまくりです。少し引いた絵で筋原繊維を見ると、サルコメア一個一個が縮むことで筋原繊維が縮むということになります。そしてこの間、このサルコメア一個一個が大量の ATP を使っているということです。そして筋肉の収縮をやめる、弛緩させるときには、カルシウムをすべて、本当に一つ残らずかはわかんないですが、大半を回収して、カルシウム濃度を下げると、アクチンの結合部が隠れて、ミオシン頭部も引っ張れなくなるので、縮んだサルコメアがまた伸びるということになります。このように筋肉が大量に ATP を使うので、ATP 合成工場からは絶え間なく筋原繊維に ATP が供給され、筋原繊維からは使われた ADP と P が、ここに P は書いてないですけど、ADP と P が返ってきてるという ATP 経済が筋肉の中で回ってるということなんですね。じゃあこの ATP 合成工場が何をしてるのか気になってくるでしょう。こっちが今日の本題ですから見ていきましょう。ATP 合成工場にはこの4つがあります。これ見たことある方も多いんじゃないかなと思います。3つ目の TCA 回路は別名クエン酸回路とも呼ばれるやつです。一つ一つさらっと特徴を見ていきましょう。クレアチンリン酸系はとにかく速い。迅速です。ATP を作る速度も速いし、とにかく反応が速くて、人間が動き出した時にまず使われるのはこのクレアチンリン酸系です。皆さんがちょっと椅子から立ち上がるとか、なんならタイピングする時なんかにもクレアチンリン酸系がまずは使われると思ってもいいんじゃないかなと思います。立ち位置としては瞬発力系で約10秒ぐらいで枯渇すると言われてます。これはトレーニングによって多少伸びたり、サプリでクレアチンを摂取することで少し伸びたりみたいなのもあるんですけど、だいたい10秒で枯渇すると言われてます。スポーツで言えば100メートル走。100メートル走は速い人だとやっぱ10秒台とか11秒とかなので、クレアチンリン酸系を使い切って走ってるって感じですね。筋トレで言えばマックス1レップに挑戦みたいな。1レップに10秒はかかんないですけど、重いのを短時間で低レップでっていう時にはクレアチンリン酸系ですね。次が解凍系です。こちらもそこそこ高速で瞬発力系からちょい持久系という感じです。無酸素ならと書いてあるんですけど、ここはまた後で説明をします。だいたい数十秒で枯渇すると言われていて、スポーツで言うと400メートル走とか、筋トレで言うと中重量での1セット、だいたい10レップぐらいでの1セットを丁寧にやれば30秒ぐらいっていう感じですよね。なので、皆さんが筋トレをしている時に1セット目の最後、もうこれ以上上がらない、筋肉が動かないっていうのは、解凍系が枯渇するから動けなくなるっていうことになります。TCA 回路と電子伝達系はざっとまとめてしまいますが、低速だけど大量の ATP を作れます。特に電子伝達系が大量に作ります。これが持久系で長時間エネルギーさえあればもういくらでもっていう感じですね。人間が生きている間、日常生活で基本的にはこれが ATP を作っているということになります。スポーツで言えば長距離走。で、それ以外だと今言った日常生活、もう寝てる時とか歩いてる時なんかは TCA 回路と電子伝達系が使われます。で、一般的な区分けとしては、こういう風に無酸素、有酸素に分けられます。解凍系は無酸素、有酸素にまたがってます。ただ、今回の話を聞いていくと、この区分け、無酸素、有酸素の分け方に対する概念は少し変わると思いますので、お楽しみに。皆さんご存知の通り、無酸素が筋トレの主役なんですけど、実は有酸素も筋トレで頑張ってるんですね。これ一個一個見ていきましょう。ではまず、クレアチンリン酸系から見ていきます。筋繊維で見ると、筋原繊維の中、サルコメアに組み込まれてるっていうぐらいのところで、クレアチンリン酸系は動いてます。クレアチンリン酸系っていうぐらいなので、クレアチンリン酸というものを使います。CR がクレアチンで P はリン酸。クレアチンとリン酸がくっついてクレアチンリン酸です。この P はなかなかわがままなやつで、クレアチンとも安定した暮らしができないんです。なので、やっぱりつなぎ目のところにエネルギーが溜まってます。次ページ以降、このつなぎ目の表記は省略しますが、クレアチンリン酸と ADP が運命の出会いを果たします。
そこに CK、これはクレアチンキナーゼという酵素です。血液検査をすると CK 値ってあったりするんですけど、その CK です。この動画内では CK で統一します。この CK がクレアチンリン酸についているリン酸 P をそそのかします。P はこれは渡りに船だとクレアチンから外れて ADP とくっついて ATP になります。P からすればまたこいつらと一緒かよっていう状態なんですが、こうして ATP ができます。この CK こそクレアチンリン酸系の速さを支える立役者です。先ほどは少しセリフを入れて小芝居にしましたが、実際には CK がクレアチンリン酸の P を ADP に付け替える、この付け替えが神速で行われます。CK のすごいところは、クレアチンリン酸が持っていたエネルギーごと ADP に付け替えるということができるところです。なので、余計なエネルギーを発生させることも、ロスさせることもなく、瞬間的にクレアチンリン酸から ATP を作り出します。これを繰り返してクレアチンリン酸からリン酸を取り続けているとクレアチンばっかりになっちゃいます。こうなると CK はもう動かせる P がなくて商売上がったりだということになり、これ以上 ATP を作ることができずクレアチンリン酸系が枯渇します。CK による新速の P 付け替えがクレアチンリン酸系工場の実態なのである。次、解糖系行きましょう。筋原繊維の外側に張り付くように解糖系工場はあります。解糖系という名前がついてるくらいなので、糖を分解してエネルギーを作り出します。グルコースは糖です。皆さんが食べたお米や麺や、いわゆる炭水化物と呼ばれるものが紆余曲折を経てグルコースとしてエネルギー源に使われます。まずこのグルコースをピルビン酸というものに変えます。ピルビン酸はこれから何回も出てくるので嫌でも覚えると思います。ピルビン酸を作る際に ATP を2個先行投資として使います。ピルビン酸ができる過程で ADP や P が寄ってきて食べ物の力も借りて ATP が4つできます。結果として ATP が2個増えるということになります。グルコースがピルビン酸になるまでの詳しい過程はこの動画では語りません。で、実はグルコースをピルビン酸にするには助っ人が必要なんです。それがこの NAD+。この動画ではナッドさんと呼びましょう。このナッドさん、グルコースをピルビン酸に変える作業をすると疲れやストレスが溜まってナッド H 酸になっちゃいます。ここまでは無酸素でも有酸素でも同じです。では無酸素だとどうなるのかを見ていきましょう。ナッド H さんはもう H に取り憑かれてるので仕事どころじゃないんです。ナッド H さんはグルコースをピルビン酸に変えるのを手伝ってくれなくなっちゃうんですね。ピルビン酸を作るときに ATP が2個出るので、このままでは ATP が作れなくて解糖系が止まってしまう。そこで出てくるのが乳酸なんです。皆さん筋トレして乳酸溜まってきたとかどうせ言ってるでしょう。あの乳酸です。筋トレをしてるとなぜ乳酸が溜まるのかはここに理由があります。先ほど作ったピルビン酸を乳酸に変えるという処理をすると、ナッド H 酸が正気に戻ってナッド酸になるんですね。H は乳酸が吸収してくれます。なんせ乳酸ですから、H の一つや二つ吸収してくれそうでしょう。無酸素の解糖系を全体で見ると、グルコースをピルビン酸に変える。そうすると ATP が2個出てくる。その際にナッド酸はナッド H 酸になってしまう。ピルビン酸を乳酸に変える。そうするとナッド H 酸はナッド酸に戻る。正気に戻ったナッド酸が再びグルコースをピルビン酸に変えるのを手伝うというサイクルになってます。筋トレ中はこのサイクルを繰り返すわけですが、これが続くとどうなるか。まず周囲に H がいっぱい漂い始めます。なぜこうなるかはまた後で触れます。さらに乳酸が作られ続けているので乳酸の量が増えます。H が増えると酸性になってピルビン酸を乳酸に変える処理が遅くなります。加えて乳酸が増えすぎて筋肉内に無限に乳酸を溜め込めるわけではないので、体の反応としても乳酸の生産を少し抑えるようになり、乳酸の生産が遅くなります。乳酸の生産が遅くなると、正気に戻るナッド酸の数も減るので、ピルビン酸の生産も遅くなります。それはイコール ATP が作られるのも遅くなるということです。やがて乳酸の生成が止まり、完全には止まらないかもしれないですが、追いつかなくなり、ナッド酸がいなくなり、
ピルビン酸を作ることもできず、ATP も作れないという状態になり、解糖系が枯渇します。これが皆さんが筋トレをしている時に最後の1レップなんとか上げようとしてももう筋肉が動かないっていう状態です。ナッドさんがエッチになったり戻ったりする ATP 母上が解糖系向上の実態なのである。ここからはいわゆる有酸素に入りますよ。TCA 回路を見ていきましょう。有酸素系は筋原繊維の近くにへばりついているミトコンドリア酸の中で行われています。この動画を見終わる頃にはミトコンドリア酸の凄さに感動すること受け合いですよ。ミトコンドリア酸は内膜と外膜を持つ二重構造になっています。TCA 回路は内膜の内側、ピンポイントにこのど真ん中というよりは内膜の内側で行われているという認識で見てください。有酸素の場合は先ほど解糖系で見たピルビン酸がミトコンドリア酸の中まで運ばれてきて TCA 回路にぶち込まれます。TCA 回路というぐらいなので、いろんな反応が順繰りに起きて処理が循環するようになってます。ここの処理の詳細は省きます。大事なのは、この処理の途中でまたもナッドさんがナッドエッジさんになってしまうというところです。この時に ATP が2個出ます。二酸化炭素も出ます。で、ファッドさんというのもいるんですが、ナッドさんと同じような感じなので、ここでは省略します。TCA 回路の処理の最後は OAA というのができて、これがピルビン酸と合わさってまた回路が始まるという仕組みになってます。そしてこのナッドエッジさん、さっきとちょっと入れたちが違いますよね。なんか目なのか耳なのか丸いものが2つ頭にくっついてるように見えます。これは電子です。解糖系の時には省略したんですが、ナッドさんはナッドエッジさんになるとこの電子を2つ持つんですね。TCA 回路は ATP を生み出すことは主目的ではなくて、どちらかというとこのナッドエッジさんに電子を持たせて、それを次の電子伝達系に渡すというのが主目的になります。とにかくナッドエッジさんの電子を電子伝達系に引き渡すのが TCA 回路の実態なのである。ではその電子伝達系を見ていきましょう。電子伝達系はミトコンドリアさんの内膜と外膜の間、膜間孔というところを経由して行われます。では、膜間孔にズームイン。はい、来ました。真ん中にある水色の壁が内膜です。上が内膜の内側、下が膜間孔です。そして内膜には3つのポンプと ATP 合成酵素右端にあるやつですね。水力発電があります。これから一体何が起きるのか。まず、先ほど TCA 回路で生まれたナッドエッジさんが1個目のポンプに電子を渡します。電子が取れると、ナッドエッジさんからエッジも取れて、ナッドさんに戻ります。そして、1個目のポンプに渡された電子が2個目のポンプに流れます。この電子が流れる力でポンプが作動して、内側のエッジを膜間孔に組み出します。2個目のポンプでも同じことが起きます。で、3個目のポンプが誰に電子を渡すか、それが酸素なんですね。酸素が電子を受け取ると、3個目のポンプも H を組み出します。酸素はアデューと電子を連れて行って水になったりします。さあ、ここからですよ。電子伝達系で電子が伝達された後に何が起きるのか。膜間孔に溜められた H が溜まりすぎてるので、内側に戻りたくなるんですね。こいつらの特性として同じやつがいっぱいいるところは嫌で、空いてるところに行きたがるんです。そしてこの水力発電の水車のところには、実は H の通り道があるので、H はそこへ流れていきます。そして H が内側に戻る力を利用して水車が回ります。ここ見せ場ですよ。この水車が回るエネルギーで ADP と P がズギャーンとくっついて ATP になります。すごくないですか、この仕組み。実際には水車の形はしてないので、これはあくまでイメージなんですけど、でも本当に H が通る力を利用して酵素を回して ATP を作ってます。そしてナッドさんはまた電子をもらいに TCA 回路へ戻ります。ATP がこの後どうなるかはまた後で見ていきます。電子伝達系だと1グルコースから最大26個ぐらいの ATP ができるそうです。ちなみに水車の形で登場した ATP 合成酵素は
こんな感じの形をしてます。これは AI に書いてもらったやつで、多分正確度6割みたいな感じですが、あくまでイメージということで見てください。これが奥から手前に向かって回転するっていうことですね。ちゃんと知りたい人は ATP 合成酵素でググって、電子の力で H を組み出し、H が内膜に戻ってくる力で水車を回し、ATP を作る。水力発電さながらの仕組みが電子伝達系の実態なのである。では有酸素系を一旦まとめてみましょう。まず解糖系でグルコースからピルビン酸を作ります。その際にNAD酸が NADH 酸になります。そしてピルビン酸が TCA 回路にぶち込まれます。TCA 回路の処理の中でNAD酸が NADH 酸になり、電子伝達系に電子を渡しに行きます。電子は最終的に酸素に渡されます。これが有酸素と言われるゆえんで、酸素がないと電子を渡せなくて、電子伝達系が詰まってしまうんですね。そして解糖系の NADH 酸がミトコンドリアに電子を渡しに行くんですが、NAD 酸や NADH 酸はミトコンドリアの内膜を自由に行き来できないので、解糖系の NADH 酸は直接電子伝達系に入れるわけではないんですね。ある手段を使って解糖系の NADH 酸は電子だけをミトコンドリア内に送り込むっていうことをしています。そして NAD 酸に戻ります。そしてここで皆さん、有酸素といえば脂肪も使うんじゃないのかいとお思いのことでしょう。この図で脂肪はどこに入ってくるのかというと、ここです。別系統で運ばれてきて、形を変えて TCA 回路にぶち込まれるっていう流れになります。有酸素をざっくりまとめると、NAD 酸が NADH 酸になったり戻ったりして、とにかく電子を使って水力発電で ATP を作る。使った電子は酸素に渡すっていうことになります。この有酸素が我々の生活の大半を支えていると考えると、ATP 生産というエネルギーの観点から見た場合、極端な言い方をすれば、我々が糖質や脂質を食べるのは電子を得るためということになります。こう言われるとちょっと味気ないですが、最終的にはそういうことになります。もちろん脂質は細胞膜になったりとか、他の使い道はあるんですけど、エネルギーの観点から見た場合ですね。そしてタンパク質はここには通常は乗らないので、やはりどちらかというと筋肉とか細胞を作る材料側という性質が強いと言えると思います。ATP 合成工場を一通り見たところで ATP の循環について見ていきましょう。有酸素のちクレアチンリン酸。皆様、クレアチンリン酸系で ATP の原料となっていたクレアチンリン酸を覚えておいででしょうか。このクレアチンリン酸はどうやって作られるのか。クレアチンと ATP が出会うと、また CK が暗躍をして ATP の P をクレアチンにくっつけます。これでクレアチンリン酸の出来上がりです。P はこうして不安定な生活を渡り歩いていくのです。この通り、実は ATP を使ってクレアチンリン酸を作ってます。なぜこんなことをしているのか、クレアチンリン酸なんか作らずに ATP のままストックしておけばええやんけと思うでしょう。私も思いました。調べました。ATP っていうのはストックに向いてないんですって。それは今まで見てきた通り、ATP 自体もマイナスの性質が強いので、狭いところに集まれないというのもあるし、マイナスの性質ゆえに、周りの水がまとわりついて早く動けないという事情があるそうです。クレアチンリン酸の3分の1から5分の1程度の移動速度しか出せなくて、必要なところにすぐ届けられないんです。なので、クレアチンリン酸の形でストックしておくのがいいと、長い進化の中で出来上がっていったんでしょう。CK がクレアチンリン酸系の支配者として君臨していて、ADP がいっぱいある。つまり ATP が使われているという時には、クレアチンリン酸を分解して ATP を作ります。逆に ATP がたくさんある時には、ATP の P を取って、クレアチンにくっつけてクレアチンリン酸の形でストックしておくと。このクレアチンリン酸とクレアチンのバランス調整を CK が行ってます。では、筋トレ時に今まで見てきた各 K がどういう動きをするのかを見ていきましょう。個人的にはここが一番の見せ場です。筋トレ開始。まずクレアチンリン酸系が使われて PCR が減っていきます。3、4秒で解糖系も本気を出して NAD 酸が減っていきます。約10秒でクレアチンリン酸系が枯渇します。
丁寧にやってればここで4レップか5レップってとこですね。あとはナッドさんが続く限り解答系で頑張ります。少し時間がありますが、せっかくなのでリアルタイムで見てみましょう。あと2レップぐらいってとこですかね。ここでもうだんだんしんどくなってきて、ナッドさんもいなくなり、ここで限界って感じです。ここで重りを置いて、インターバルを取ると酸素が入ってきて、有酸素がフル回転で動き出します。回復はちょっと早回しで見てますが、クレアチンリン酸系の方が回復が早いと言われてます。2分休めば 90% ぐらいは回復するそうです。レストポーズで数秒休むとまた1、2レップ上がるのはクレアチンリン酸系が回復してるからですね。無酸素運動の時の動きは今見ました。じゃあ、有酸素運動の時はどういう流れなのか。動画ももう30分を回っておりますが、まだまだここからも熱いので見ていきましょう。有酸素運動の時には基本的にミトコンドリアが作った ATP を使います。だがしかし、ミトコンドリアが作った ATP はそのまま筋原繊維に届くわけではないんです。なぜか。ミトコンドリアと筋原繊維の間は少し離れてるんですね。なので ATP をそのまま放出すると、さっき見た通り移動が遅くて時間がかかったり届かなかったりします。そこでミトコンドリアはクレアチンを使います。はい、また内膜にやってきました。内側には水力発電でできた ATP があり、内膜の外側で CK とクレアチンが ATP を待ってます。ミトコンドリアの内膜には ATP が通るためのゲートがあります。ゲートはあるんですが、ATP が内膜から出ていくためには電気的な事情があってエネルギーが必要になります。ここにやってくるのが ADP です。ADP は電気的な事情でミトコンドリアの内側に引っ張られます。この ADP が引っ張られる力を利用して ATP は外に出ます。ATP が出てきたらもう CK の思うツボですよ。あっという間にクレアチンリン酸を作ります。クレアチンリン酸は筋原繊維に向けてひた走ります。そこへまたクレアチンがやってきて ATP と ADP が交換されるというのを繰り返します。この流れをまた引いた視点で見てみます。ミトコンドリアと筋原繊維の間に少し距離があります。ミトコンドリア側に CK がいてクレアチンリン酸を送り出します。実は筋原繊維側にも CK がいます。筋原繊維側の CK は送られてきたクレアチンリン酸を受け取り ATP を作ってクレアチンをミトコンドリアに戻します。このように2箇所にいる CK が役割分担をしてミトコンドリアで作った ATP を筋原繊維で使えるようにしてます。これはクレアチンの移動速度が速いことを活かした仕組みになってます。ここで一つ疑問。クレアチンはまるで意志があるかのようにミトコンドリアと筋原繊維の間を往復しますが、これはなぜか。さっきから私は彼らにセリフを喋らせたりして擬人化して扱ってますが、クレアチンやクレアチンリン酸はただの分子なので意志はないんです。これは濃度勾配という仕組みで、電子伝達系の H と同様、こいつらは同族がいない方に行きたがるという性質があります。例えばこんな状態。筋原繊維側では PCR、クレアチンリン酸が消費されるので数が減る。そして消費後のクレアチンが増える。ミトコンドリア側では PCR が生成されて数が増えて原料となるクレアチンが減る。こうなると空いてる方に行きたいということでクレアチンリン酸は筋原繊維側に、クレアチンはミトコンドリア側に移動します。この仕組みで必要なものが必要なところに運ばれるようにできているということです。多くあるところから少ないところへ自動的に動くっていうことですね。生き物の体ってすごいですね。ここで一つ衝撃の事実が、最初に見たクレアチンリン酸系というのは実は場所的にはここなんです。先ほど見たインターバル中にクレアチンリン酸が回復するというのもこの仕組みで行われています。あれ？じゃあ有酸素運動中もクレアチンリン酸系を使ってるのっていう疑問が出ますよね。クレアチンリン酸系は無酸素運動で使われると習ってきたじゃないですか。実はここ、クレアチンリン酸系の正確な定義がわからなくて、有酸素運動中にもクレアチンリン酸は使ってるけど、これをクレアチンリン酸系を使っていると言っていいのかは微妙なところです。でも、これまでのことを踏まえてこのように言えるかもしれません。有酸素運動は有酸素系で作った ATP でクレアチンリン酸を補給しながら
クレアチンリン酸系で継続する運動、解糖系も使っている。イメージとしてはこういうことですね。有酸素系から ATP が補給されて、クレアチンリン酸が増えて、解糖系のナッドエッジも有酸素系に電子を渡せるので、ナッド酸も減らないと。有酸素系で ATP が賄えているという状態です。で、もし誰かがクレアチンリン酸系っていうのは無酸素の時にしか使わねえんだというのであれば、このように言えるのかなと思います。有酸素からの ATP 供給が追いつかない、は止まってるような環境で、クレアチンリン酸が減っていく状態で ATP を再合成するシステムということになります。冒頭の方でこういう有酸素無酸素の区分けを出しましたが、ここまでの流れを見ると、4つの系は全部有酸素で動いていて、ATP の消費が激しくなると、クレアチンリン酸系と解糖系が無酸素で一時的に ATP 生産をブーストする仕組みがあるというのがしっくりくる感じがします。ここで改めて有酸素運動、無酸素運動を分けるものが何かを整理してみます。結局は運動強度ということになります。運動強度が高いと ATP の消費が多く、早くなって、解糖系で作ったピルビン酸が TCA 回路に行かない。そうすると、電子伝達系も動けないので、有酸素での ATP 生産が止まる。ここで面白いのは、補助的な要因として、筋肉の収縮がきついので酸素も来づらいという点です。ATP の消費が激しいということは、筋肉がそれだけ強く収縮しているということなので、筋肉が収縮すると内部の圧力が上がって、筋肉内の毛細血管が潰れて酸素が来づらくなるという性質があります。結果、無酸素運動になるということになるんですけど、勝手に推測をすれば、おそらくこれは進化の過程で、筋肉が強く収縮して無酸素になっても動ける仕組みっていうのを作った結果、クレアチンリン酸系と解糖系が無酸素でも一時的にブーストするという仕組みを獲得したんじゃないかなと思います。分かれ目はここですね。ピルビン酸が TCA 回路に行くか行かないかというところ。こういう書き方をしてますが、実際は有酸素と無酸素が0か100かみたいに切り替わるんではなくて、グラデーションになっていて、有酸素と無酸素の割合が変わるというのが正しいと思います。なので無酸素運動中も有酸素の機能がゼロになってるわけではなくて、有酸素系の機能が極端に抑えられてるというのが正しいかなと思います。ここまで見てきたことを踏まえて、筋疲労の仕組みを見ていこうじゃないですか。皆さん気になるでしょう。インターバルを取れば、クレアチンリン酸やナッド酸は回復するっていうのは見てきました。ではなぜセットを重ねていくとどんどん力が出なくなっていくのか。こちら前回の動画でも出した筋肉が力を発揮できなくなる理由の4要素です。今日はこの中の中2つを見ていきましょう。まずは ATP の枯渇から。ATP が枯渇する理由として、この場ではこの2つを挙げます。まずは有酸素系の機能低下です。まずパンプで血流が悪くなるというのがあります。筋トレすると皆さんパンプしますよね、筋肉が。パンプしていると、やはり筋肉内の圧力が高くなって、筋肉内の毛細血管は普段よりは潰れ気味になってしまうので、運ばれてくる酸素の量が減るということが起きます。もう一つ、H+、これはさっきからハートの形で出てきているやつらですね。これは水素イオンなんですが、こいつらの影響で酸性化して、ミトコンドリアの内膜が傷むというのがあります。これは少し見ていきましょう。はい、来ました。もう皆さんおなじみ、ミトコンドリアの内膜でございます。内膜の外側に H がある程度いて、トレーニングを長時間やっていると、この H が増えていきます。皆さんは濃度勾配を覚えてますか？こいつらは空いてる方に行きたがるので、まず H がこれだけ膜間孔に増えると、内側の H を組み出せないという問題が起きます。ただ、組み出さなくたって、膜間孔にこんだけ H がいるんだからもう水車回せるでしょって思うでしょう。ところがそう都合よくいかなくて、H がこれだけ増えるとまた電気的な都合によって水車も回らなくなってしまうんですね。そして酸性化が進むと内膜に穴が開いて H が通り放題になっちゃいます。ここまで行くともうここでは ATP の生産がほぼできないという状態になってしまうので、有酸素系の ATP 供給が滞るということになります。というのを踏まえて、有酸素系を改めて俯瞰で見てみましょう。酸素は来づらいし、酸性化してるしで、電子伝達系の機能が落ちます。
電子伝達系の機能が落ちると TCA 回路も回答系も滞ります。これは電子伝達系が NADH さんを NAD さんに戻す機能も落ちるからです。このように有酸素系の機能が低下すると、つられて解糖系の ATP 生成力が落ちるということが起きます。さらっと書いてありますが、酸性化するとグルコースをピルビン酸に変える処理も遅くなるので、やはり解糖系の ATP 生成力が落ちるということになります。クレアチンリン酸系はあまり影響を受けなくて、2分インターバルを取れば 90% ぐらいは回復するというのが比較的持続するようです。はい、次、AMP 登場です。ハードな筋トレを長時間やってあまりに ATP が足りなくなると、緊急事態発生ということで、体が普段と違う処理を始めます。なんと ADP の P を取って ATP を作ってしまうんですね。こうして ATP と AMP ができます。AMP の M は1の意味ですね。モノクルとかモノアイとかのものだと思うとイメージしやすいと思います。一度 AMP になってしまうと、再び ADP に戻るには長い旅が必要だったり、もう戻れなかったりして、少なくともそのトレーニング中にこいつが戦力に復帰することはないという状態になります。そしてこの AMP が増えると何が起こるか。普段はこのように ADP と P の形でいて ATP の材料として存在しているこいつらが AMP はもう材料としては使えなくなってしまうので ATP を作れる最大値が下がってしまうんですね。こうしてインターバルを取っても ATP が完全には回復しなくなっていきます。次、代謝物質の蓄積いきましょう。筋トレの代謝物質で悪さをするのは主にこの2つ。水素イオン H プラスと P です。この2つをやり玉に上げていきます。早速脇道にそれちゃうんですが、皆さん乳酸が疲労物質だって聞いたことないですか？筋トレして疲れてくると乳酸溜まってきたなとか、サスケなんか見ててもそろそろ乳酸が溜まってきているかみたいな実況をされていたり、乳酸イコール疲労物質のイメージありますよね。でも近年の研究では乳酸は疲労物質ではないとされています。実は解糖系でピルビン酸を作るとき、NAD さんが NADH さんになっちゃう他にも H が2個放出されます。でも乳酸を作る際に H2 個は回収されます。出た H がそのまま回収されているというよりはその辺に漂っている H を回収しているというのが現実的なところだと思いますが、そんな感じで乳酸は疲労物質じゃないということになります。乳酸は本物の疲労物質である水素イオンを吸収してくれるいいやつで、ナッドさんの心の拠り所でもありますし、有酸素回復後は一部がピルビン酸になって有酸素系に回されて、一部は血流に乗って脳や肝臓など他の臓器で使われます。なので乳酸自体も有酸素が回復すればエネルギー源になるということです。ちなみに筋トレのセット間で2分ぐらいインターバルを取ると、溜まった乳酸の 50% ぐらいはこの流れで処理されるとされてます。H と P の話に戻ります。まず、なぜこいつらが増えるのかを見ていきましょう。根本的なところで、ATP がエネルギーに変わる際に H は出てきます。冒頭の筋収縮で見た通り、ちょっと収縮するだけで100兆みたいな数の ATP が消費されるので、それだけ H も出てくるということです。加えて、先ほど見た通り、解糖系のピルビン酸を作る際にも H が出てきます。乳酸を作る際に回収されると言いましたが、最終的には乳酸の生産が追いつかなくなるので、H も溜まっていきます。で、体には放出された H を緩和する仕組みというのがあります。一例として、P もそれに一役買ってます。細胞内では H を2つ持ってる P とH を1つ持ってる P がなんとなく半数ずつぐらいになるようにバランスを取りながら漂ってます。H が増えてくると H1 つしか持っていない P が H を受け取ります。それでもあまりに H が増えるとキャパオーバーになり漂う H が増えていきます。P たちはなんとなくバランスを取りたいので全員が H を2個持ってくれるわけでもないんです。次 P の増加いきます。先ほど見た通り、トレーニングを長時間やっていくと、ATP が回復しきれないということが起きます。それはつまり、ADP と P の状態で残っているのが多くなるので、形としては P がいっぱいあるという状態になります。加えて、AMP が生まれると、単体の P がさらに増えます。こうして、H と P が増えていきます。で、増えたこいつらが何をするのか。H は先ほど見た通り酸性化というのもあるんですけど、
その他にもとにかくこのコンビが筋肉の収縮を邪魔してきます。具体的に見ていきましょう。はい、こちら皆様の心のふるさと、サルコメアのアップです。ここで H が増えると何が起きるか。H がカルシウムが張り付くはずの場所にくっついたりします。さらに酸性化によってカルシウムが張り付くパーツが歪みます。結果、管理センターがカルシウムを放出してもカルシウムがくっつくことができなくて、アクチンの結合部も出なくて、ミオシンが引っ張ることができない、つまり筋肉の収縮ができない。実際には管理センターが想定しているよりも筋肉の収縮が弱くなってしまうということが起きます。次、P が増えると何が起きるか。P が管理センター内に入ってきます。どうやって入るのかは、はっきりと解明されてないっぽいんですが、カルシウムポンプから一緒に入ってくるわけではなく、P の濃度が爆上がりした結果、ぬるりと入ってきてしまうようです。管理センター内に入った P は、貴様を抱いて地獄に落ちるとカルシウムとくっついて沈殿してしまいます。すると管理センターがカルシウムを放出しても中で沈殿してしまっていて思った量のカルシウムが出せないということになります。するとやはり想定通りにミオシン頭部を動かすことができず筋収縮が弱まるということになります。ここでさらにミオシン頭部のアップを見てみましょう。ミオシン頭部がアクチンを引っ張る一連の動きを追っていきます。ミオシン頭部がアクチンにくっついているところから始めます。ミオシン頭部が ATP を受け取ります。すると、ミオシン頭部はアクチンから離れます。ATP を分解します。この時に発生したエネルギーで頭を引き絞ります。これは弓を引くイメージをしてください。P がロック機構に入って引き絞った状態で頭部を固定します。ボウガンでツルを引いてカチャッと引っ掛けた状態をイメージしていただくといいと思います。頭部がアクチンにくっつきます。ロック機構の P が外れます。ボウガンでいう引き金を引いた状態です。溜められていたエネルギーで頭部がアクチンを引っ張ります。これがパワーストローク。ADP が放出されます。そして次の ATP を待つというサイクルでミオシン頭部は動いてます。ではここで P が増えると何が起きるか。頭を引き絞ってロックされた状態から見ていきます。アクチンにくっついたミオシン頭部は今まさに P を放出してパワーストロークをするという状態です。皆様、濃度勾配を覚えていますか？なるべく空いているところに行きたいこいつらとしては、放出された P が混んでるのやだーって言って戻ってきちゃうんです。これによりミオシン頭部はパワーストロークができないという事態に陥ります。次に H が増えるとどうなるか。もう皆さんご存知、H が増えると酸性になります。酸性になるとミオシンの構造も少し歪んでしまいます。歪んだ結果、パワーストロークがうまくできない、ストロークする力が弱いとか、そういうことが起きます。この他にも酸性になると酵素の働きが弱くなったり、とにかくいろんなところの性能が落ちます。このように H と P が筋肉の収縮をとにかく邪魔してきます。筋トレのセット後半、これは1セット中の6レップス目以降とかで、だんだん筋肉の動きが鈍くなってくるのは ATP が足りないのに加えて、今見た H や P が筋収縮を邪魔してくるという影響もあります。ここで H と P の特徴をさらっと見ていきましょう。H、水素イオンはセット中に特に溜まりやすいです。1セットの後半、9レップス目とか10レップス目、もしくはドロップセットとかをやってると、使ってる筋肉が熱くなってきて焼け切れそうになるじゃないですか。バーン感、焼き切れる痛みっていうのも、こいつのせいで筋肉内が酸性になってるからなんですね。筋肉内の感覚器官がもうこれ以上はそろそろやばいぞという危険信号をバーン感で知らせているという感じです。で、実は H はインターバルで比較的すぐ解消されやすくて、実際バーン感ってインターバルに入ったらすぐ消えるじゃないですか。ずーっと痛みが続くっていうことないですよね。なので H 自体は実はそんなに蓄積されないんですが、セットを重ねていくと酸性化のダメージが蓄積していきます。ミトコンドリアにもダメージを与えて有酸素系を阻害してくるという性質があります。次、P 行きましょう。こちらはインターバルを入れても水素イオンよりは解消されづらいという特徴があります。なんせ ATP の材料なので、なくすわけにはいかなくて、そしてさっき見たように
ATP が枯渇していくので、どんどん P が増えてくるっていう事情があります。なので、H と比べるとトレが長引くほどどんどん溜まっていきやすい、蓄積するという性質があります。そしてこいつがパンプの主要因、浸透圧で水を引き込む。これもある種濃度勾配みたいなもので、物質が多くあると水を引き込んで薄めようとする力が働きます。P が増えることで筋肉が周りの水をどんどん引き込んでパンプするということになります。そしてパンプするほど有酸素の機能が落ちるっていうことですね。今まで見てきた ATP が枯渇するという状態や H や P の攻撃にさらされ続けるというのがいわゆる代謝ストレスというやつで、このストレスにさらされ続けていると、それに耐えられるように各パーツが進化したり、ミトコンドリアが増えたり、結果、筋形質が筋肥大するということが起きます。だからみんな、パンプ狙いの筋トレもしようぜってことです。高重量で筋原繊維を太くするのもやりつつ、中重量でパンプさせて筋形質を肥大させるのもしようと、筋肥大を狙うならですね。以上が筋疲労についてでした。長かった。ATP を巡る旅も今日はこの辺で終わりにしましょう。本当に長かった。自分で思ったより長かった。もう50分超えてんじゃんということで、ここまで見てくださる方が何人いるかわかりませんが、見てくださった方は本当にありがとうございます。これだけ ATP のことを知ってしまったら、もはや筋トレ中に ATP に思いを馳せざるを得ないでしょう。インターバル中に、今ナッドさんが回復してるとか、トレーニング仲間に有酸素中もクレアチンリン酸系は使われてるんだよとか言って、はぁって思われるのも、これまた一興。これを見て特にトレーニング方法が変わるということはないと思いますが、皆様良い筋トレライフをお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございました。ここまで見てくださった方、本当にありがとうございます。機会があればまたお会いしましょう。